Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Konomase no Kono Teishoku 11 des. それでは早速 Let's get it started. 1. Manami Gojo Higashi 1. Hachidori Shoku Do. すすきのの東の外れにございます。どっちかっちゅうと飲みたいぞね。ジャマイカの郷土料理ジャークチキンがいただけるということでね、好奇心旺盛な飯旅ーズ参上でございます。知らないものは食べなきゃ済まない症候群の私たち。邪悪なチキンって言うからちょっと怖いけどめっちゃ気になる。ジャークじゃないよ、ジャークだよ。ジャーク Jerk. ジャークはペルー語由来のスペイン語、チャーキーが語源で、乾燥した肉という意味のジャーキーから名前がついたと言われているそうです。なんだ、一安心。どんな悪魔的な食べ物なのかと思ってた。ね、こんな感じっすよ、リアルに。うちのかみさんいつも。何をもう。ってことでジャマイカの郷土料理ジャークチキン初体験。これ美味しい、癖になる味。ああ、たまらんね。辛いソースで食べると一層やみつき系。これは忘れられない味だ。スパイシーだけど単純に辛いだけというわけではなく、ハーブ類の爽やかさ、コクの深い旨味、それに加わるチリペッパーっぽい辛さのコンビネーションがいける。ああ、皮パリッと身はふっくらもちもち。飯も進むしビールにも最高に合うんじゃないかな。絶対合う。これたまんなくなるんじゃないかな。他にもココンチは我々大好物のメニューだらけ。カオマンガイ、ジャークサバサンド、タコライス、トムヤムヌードル、フォーにパインチャーハン。パインチャーハンはそうでもないかな。店名のハチドリはジャマイカの国鳥で、ホバリングする珍しい鳥としても知られているんだって。多くのお客さんにホバリングしていただきたいという願いから付けられているのかな。ジャークチキンをたくさんほばってほしいんじゃない？ 2. Kita Niju Gojo Higashi 21. Kalakuli Tola. 東区にあります。こちらは視聴者さんからおすすめいただいたお店。これは美味しい予感です。お昼時にはママやマダム系でびっしり。飯旅ーズの経験上、このタイプのお店は絶対的に美味しい。そうね、多少高いお店でもママやマダムたちは集っちゃうから、美味しければ。ご覧いただけますでしょうか、この定食。小鉢ゾロゾロ系。これ東区で流行ってますって感じねえ。そして一つ一つがちゃんと美味しい。熱々で出てくるのがすんごいだよ。厨房を覗いたらごっつい兄さん一人で作ってんだよね。びっくり。なのに丁寧な愛のある一皿一皿でさ、味噌汁が煮詰まってみたいなのってちょいちょい昼時はあるんだけど、そういうの全然なし。多少時間はかかるけど、そりゃ当たり前さ。この一本盛り付けるのにどんだけ手間がかかるか。それを昼時なら30人から40人分とかやるんだぜ。冷めた小鉢が乗ってんならまだしも、熱々のが来ますからね。愛だね。愛がある。そうね、愛ね。愛よね。本当にこれはありがたいお店。美味しい、嬉しい、近所に欲しい。どれも美味しいけど、おではこのコロッケがお気に入りさ。嬉しいですね。たっぷりサイズのコロッケがさっくり上がってて、また付け合わせだけでご飯いけるレベルの小鉢が全部美味しい。また食後に美味しいコーヒーまでついてくるんですよね。ランチだけかと思いきや夜もついてんだね、これね。2人以上の時は予約した方がいいみたいね。何組も入れなくって帰ってたもん。あ、美味しすぎてカラクリドラの名前の由来聞くの忘れた。忘れた。 3. Today's Katsu Curry. Manami Juyo Jo Nishi 8. Katsu Curry Salewa I. 黒岩カレーさんのリニューアル業態カツカレー、それは愛へ視聴者さんからゲイという指令をいただきましてね。はい、それはもちろん言ってるんですけれども、こちらのお店カレーの味が3種類ございましてね、イエロー、ブラウン、ブラックとやっと3味ともクリアいたしましたのでご報告いたします。最後になりました今回はブラックを食べてきました。で、どう？そこに愛はあるんか？おかみさん、そもそもではカツカレーのことを愛してますからね。グリーンのことほどじゃありませんが。あら、
カツカレーってのは基本美味しいんですけれども、黒岩さんとはちょっともともとすれ違いでしてね。すれ違い？ほら、おではシャバ辛いのが好きじゃないですか。そしてラード揚げが好きじゃないですか。ああ、そっか。黒岩さんはドロッと甘系だもんね、基本。そうなんです。が、今回イエローってのがシャバめってことでね。イエローは結構好きかなって感じだったんですけども、ジェームス・ブラウンはね、一番ムムかな。ゲロッパジェームス・ブラウンじゃない。ブラウンね。ブラックはやっぱりチーッと甘泥なんで辛みを大量投入してワンダフルライフでしたね。ああ、懐かしい。これ何の CM ソングだっけ？なんだっけな、酒かな、鮭かな。いや、鮭の CM なんてあるかいな。あるよ。カムバックサーモンカモンカモンジュン。それは焼酎、宝焼酎純でしょ。あ、思い出あった。なんで急な鳥取弁？オールドフォレスターだ。車？違う、サントリー。昨日までサントリー？アメリカでしか飲めなかったバーボンが名曲だよね。綺麗なオールドフォレ歌。スター。あ、フォレスターの CM なんてあったんだ。4. Oyachi Marutake. 地元民に愛される食堂ね。パイセンたちの書き込みを見ると、こぞってオムライスを絶賛。あれ、大盛りにしたっけ系のオムライスらしいのですが、私はこれ、じゃじゃーん、なんたって焼きそば定食がいただけるマイフェイバリット食堂。 My favorite いやいや、 shop 焼きそ door. ば定食なんてメニューにはないですよ。焼きそばとライスをご注文なさったんでしょ。そうだけど、ちゃんと定食にしてくれたわよ。これぞ昭和の味ね。これができるお店がなかなかなくってさ。あれじゃあ、あの時以来じゃない？岩手のほら、大谷翔平も菊池雄星も食べたっちゅう。はいはい、花巻のカッパ飯店ね。そうかも。あそこで B セット食べてやみつきになっちゃったのよね。 B は焼きそばと麻婆豆腐ライスってやつね。そうそう。まだあれならわかるさ。麻婆豆腐も乗ってるからね。A セットは焼きそばとカレーライスでしょ。全然普通のこと。子供の頃から焼きそばライスは普通に食べてた。皆さんどうですか？ご飯に焼きそば乗っけて食べます？食べますよね。あ、そういえばあんかけ焼きそばにうずら入ってたよ。あら、それは桑名正宏。5. Kita Niju Yorjo Nishi 14. Shiki Take Mula. 24条通りと新川通りの交差点近くの閑静な住宅街。ここも素晴らしい愛のあるお料理を振る舞ってくださるお店ですね。観光の方にはちょいとハードル高めな場所ですが、なんと割烹クオリティの定食が1000円でいただけちゃいます。かすべのほっぺが忘れられない。プルンプルン、思い出しただけでよだれが。小鉢がたくさん出てきますが、全てが上品な味付け。素晴らしいコストパフォーマンスのお店かと思いますね。ちゃんとしてるっていうか、やっぱり愛がありますね。いい素材をできるだけ安く美味しく食べていただこうっていう素材に対する愛。愛？できるだけ安く美味しくっていう客に対する愛とね。愛。またご飯と味噌汁がうまいんだよ。夜はね、すっぽんとかがいただけるお店みたいなのよね。ねえ、マジ割烹じゃん。すっぽんなんて食べたことないぜ。私も。美味しいのかな。そんなに食べてみたくないかな。でもだから食べてないんだろうね。間違いない。すっぽん経験者の方、よかったら感想聞かせてくださいな。お願いします。お願いします。 6. ニューヨーク。 Yokude Yupu. 忘れられないシリーズってことで、ちょっと動画ネタを一つ。温泉がどんなだったかは正直覚えてないんですが、これです。これたまたま誰もいなくなったので思わず撮影してしまいました。こら、マナー違反ですよ。すいません、どうしても撮りたくって。だってこれですよ。楽しいじゃないですか。下痢気味の方はご遠慮ください。一体この浴場では以前何が起こったんでしょうかね。旅人の皆さん、秋田に行ったらぜひゆっぷる行ってみてくださいね。 7. Chitose Yanagibashi. 昭和55年創業、千歳の大繁盛定食屋さん。基本揚げ物メインのお店ですが、はい、ワクワクするメニューのオンパレードに注文は5分以内に決めるのは困難を極めます。メンチカツ定食が有名なんだけど、魚系の定食がおすすめ。そうね、桜マス定食。ちょっと桜マス揚げちゃうのってもったいない気するけども、
ああ、刺身や寿司でもうまいからね。ね他にもイカリングやらタラフライやら鮭フライやらチカフライやら。カレーの唐揚げもアナゴフライも美味しそうなの。肉系もあるし、焼き魚も煮魚もある。ほぼほぼ魚系のフライを皆さん食べてらっしゃるのね。台本を書いてる時点でよだれが止まらない。カツカレーはってもちろん食べましたよ。でもやっぱここは魚系のフライでしょ。生姜の効いた豚汁もいいわね。あとしそ味噌10円っていうのも必須アイテムだね。開店直後に満席になるので11時過ぎに着いちゃうと長い待ち時間になっちゃうかもですね。11時10分前までに行けば大概1巡目に入れるかなって感じ。ただ40席ぐらいあるから開店後のオーダーラッシュは凄まじいので、ある程度時間はかかるのを考慮してください。開店も意外と早いけど、急ぐ方はポールポジション狙いね。だ。 8. Sakari Taniguchi Ya. ちょっと待って、なんで福井県のお店混ざってんの？だって忘れられない定食がテーマでしょ。いいじゃない。これを機に皆さんも飯旅に出かけるきっかけになったらいいなと思いましてね。なるほど、それは素晴らしいことだね。でしょ。これ忘れられないの。厚揚げがメインの定食よ。だって厚揚げだよ。普通定食にしようと思わないでしょ。しないね。でも厚揚げって美味しいじゃない。福岡でさ、幻の厚揚げ食べてからハマっちゃって。はいはい、あれはうまいね。マジ厚揚げの観念変わるかんね。ダジャレにしないでもらっていいですか。信憑性が下がる気がすんだよね。そうかな。じゃじゃーん。そう、すごいでしょ。は間違えた。どう？すごいでしょ。わー、でっか。野球のベースみたいじゃんか。まあそこまででかくないけれども、外がカリッとしていて中の豆腐も味が濃くってさ、揚げ自体が美味しいの。これはここでしか食べられない味だね。もうカリカリ食感は癖になっちゃう。この豆腐のふわふわジューシーさはもう初体験。岩塩で食べるとさらに豆腐の美味しさが際立ちますんです。あとはポロシにあとはおろしにポン酢をつけたり秘伝のタレをつけたりと自分好みにアレンジされたしこれは忘れられない揚げになりましたね。でどう？福岡 VS 福井厚揚げ対決は。こう続きがたいけどドローね。ドロー。おお、すげえうまいんだ両方。福井駅からは車で30分ほどと遠い距離ですが、ぜひとも厚揚げ出来たての美味しさと大きさを皆さんに味わっていただきたいですね。9. Kyoto Shiraiwa. 清田のザ昭和食堂白岩さん、飯旅史上最も昭和な食堂の一軒ね。こちらはカツカレーが推しってことで視聴者さんから情報いただきましてね、もう数回通ってるんですが激渋ですね。もはや清田必須チェックポイントですですね。垂れ込んでくださった視聴者さんありがとうございました。ありがとうございました。白岩さん、カツカレーも美味しいんですけど、おでがここの虜になったのはこのタラフライ。これめちゃめちゃうまかった。ふっくら柔らかで今すぐまた食べたい。たとえ満腹でも目の前にこれがあったら食べずにはいられないですね。スウェーデン食わぬは男の恥ってね。使い方が違います。そう、はい、このタラフライでフィッシュバーガー食べてみたいですねってのが最近の夢。フィッシュバーガーいいね。ここは何でも美味しいけど確かにこのタラフライはスペシャルね。ナポリタンもうまし、天とじラーメンっていうのが気になりすぎる。天とじラーメン飯旅のリストに入ってるんだけどなかなかたどり着けないんだよね。そうなんだよね。飯旅のリスト増える一方嬉しいやら悲しいやら。10. Kita Niju Ichijo Higashi 7. Cafe Makulan. 北21条は北港線から50ヤードほど西へ入った住宅街。こちらも愛の塊のお店ね。美味しいの証ママやマダムがごった返しでございます。こちら初めて食べた時びっくりしたんです。こちらの奥様の料理、舌を巻く美味しさ、美しさ、楽しさを兼ね備えてるんですねえ。正直住宅街のご自宅でカフェもやってます的な趣味の延長線タイブレイク V ゴール方式かと思いきやびっくり。そこいらのシェフ気取ったしょうもない料理出してるお店に爪の赤煎じて飲みなさいって思っちゃうわよね。おっかねえな。まあ
何でも美味しいけど、ここは魚がすごいですね。鮭の西京焼きも最高でしたね。言わないんだ。隣の兄さん食べてた黒添いがめっちゃうまそうでさ。はいはい。食べた人みんなスタンディングオベーションしてたね。ね、いやー美味しかったですってね。常連客がまさにマスターうまかったよみたいに言うんだならわかるけど、違うんだよね。初めて来た風の人たちが、いやー美味しかったっすねつって。そうそう。そんな店見たことある？ないね。確かに時間はかかるけど、料理はやっぱりちゃんとしてはる。一人に対してこの量の副菜、卵は焼きたて、揚げたての天ぷらとかもついてくんだぜ。厨房は母さんと娘さんが盛り付け役なのかな。マスターは90近いんだから、母さんだって結構なベテランですよ。業界目線で見て素晴らしいポテンシャルのレストランだと思います。細かいことはいい子なしで、また食べたいと思わせてくれるお店、そうそうない。間違いないね。11. Yamanote Hokuyokan はい。山手の名食堂。こちらもゆっくりまったり系の超美味しい食堂ね。かなりベテランのおやさんが一人でやってらっしゃる。寡黙な大将だけど料理が語りかけてくれるお店なんです。出た出た、妄想親父。料理が語りかけてくるんですって。料理が語りかけてくるっていうか、おやっさんの心意気が料理から伝わってくるって感じかな。これですこれ。一瞬で腕のハートを虜にした人生最高の塩サバ定食。美味しそうに見えないってでしょ。でしょって誰も何も言ってないけど、これ配膳されてきた時確かにって思ったんだよね。だって塩サバこんなに細かくカットしてる店なんかないからね、他に。確かに。これなんでこうなってるのかねって食べてるうちに分かってくんだよね。骨ついたまま焼いてあんのさ。背骨っていうか太いやつね。はいはい、なるほど。どういう焼き方してんのかわかんないけど、骨も皮も一緒にパリサクッと食べれんの。それがうまいんだ。ああ、美味しいやつ。鮭番屋のやつ。そうそう。サバこうして食べんのがうまいっしょってね。まあそれはあとの妄想の中でのおやさんの声よね。そう。このおやっさんマジすごいなと思ったね。他の小鉢も全部手作りの優しい美味しいやつ。当店はサバの骨まで美味しく食べていただけるよう細かくカットしてご提供しております。なんてごちゃごちゃ脳書き言わないし書かない。よくあるわね。当店のホニャララはホニャララのホニャララを使用し、ホニャララを何時間煮込んでホニャララホニャララホニャララってどうでもいいっちゅうの。マジで美味しいが大事。脳書き抜きにね。はい。山が好きなのかな。山の写真がいっぱい飾ってあったね。そして大切な人の写真がさりげなく厨房に飾られていましたね。奥様なのかな。アナログに10年以上前に来た時は夫婦で運営していたっていう書き込みがあったんでね。なんだか切なくなっちゃう。こんな美味しい料理はさ、優しい心がないとできないよね。素材に対する優しさ、お客さんに対する優しさ、奥さんにも優しかったんだろうな。だよね。最高に美味しい料理がいただけます。かなりのレベルの料理人さんかと思いますよ。経歴は存じ上げませんが、しかもべらぼうに安いときたもんだ。安いのにとびきり美味しいなんて幸せだね。ねえ、僕は幸せだな。幸せだね。幸せだ。Jakaino Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai Naseko Kaiwai the best des Otanoshamini. See you soon. フレンチとかでは当たり前だけどさ、はい。こちらホニャララでございます。こちらニャララニャラのホニャララでございますって、前菜の例菜ならね、はい、これはこうでこれはこうでこれはこうでって説明されるのもわかるよね。まあ俺たちはせっかち食いだから、いいから早く食わせろって思っちゃうけど昔からそれ私あれはあれで、あれは正解なのかね。なんか犬の気持ちがわかるね。待ての状態、そうだね。よだれだなって食べてるのに、早く食べたいんすけど。待て、おてとか言われてね。この夏場によく出るさ、冷製
の前菜、冷たいものならいいけど、あったかいものはあったかいうちに食べたいわけじゃんか、それでシェフは作るわけじゃんか、ちょっとあれ分かんないんだよね。ね、最近紙に書いといてくれりゃいいだけだよね。お品書きっつって説明したいのも分かるんだけども、いや特にラーメンで最近やる店があるじゃんか。増えた。いやいや、ラーメンは麺が伸びるからね、それはやめた方がいいと思うよって思うんだけど、そしてね、食べたい方がさ脳言ってるじゃん、頭に、食べたい食べたいっていうそう犬のハーハーみたいになってるから何にも入ってこないんだよね。入ってこないね、全く聞いてない一字一句だからあれいらないと思う。ちょっとこちらは何々さんの鶏を使いましてなんちゃらかんちゃらでとかさ、どうでもいいって思っちゃうけどねすいません。美味しいけどね、美味しいけどやっぱり麺が伸びちゃうよね。そうだから今度はカメラなしで食べに行ってみ